今日は夏に見たくなるとっておきの映画たちをご紹介していこうと思います。見終わった後に思わず大切な誰かにそっと教えたくなるような、そんなえりすぐりの7つの映画を集めてみたので、ぜひ楽しんでいってくださると嬉しいです。まず1つ目の映画がこちらの始まりの歌です。私は映画のポスターに小さく書かれているキャッチコピーが好きなので、お気に入りのキャッチコピーがある映画はキャッチコピーとともにご紹介していければなと思います。でこちらの映画始まりの歌のキャッチコピーがニューヨークの空の下、歌と出会って明日が見えたというキャッチコピーになっていて、本当にこのキャッチコピーのごとく見終わった後にふわっと希望の光が差すような前向きな明るい力をもらえる映画です。あらすじなんですけれども、物語は人生のどん底にいる2人の出会いから始まります。主人公キーラ・ナイトレイ演じるグレタはシンガーソングライターで、ミュージシャンの恋人デイブに裏切られて失意のままライブハウスである夜歌っていたんですね。でそこに偶然居合わせたこちらも落ちぶれた音楽プロデューサーダンが彼女の才能に惚れ込んでデビューの話を持ちかけます。ただ2人は予算もないので、録音場所をニューヨークの街角、セントラルパークだったりチャイナタウンだったり路地裏だったりビルの屋上だったり地下鉄のホームだったりでゲリラレコーディングを敢行します。でこの無謀な企画が小さな小さな奇跡を起こし始めてという話です。私がこの映画を推す理由なんですけど、すごく好きなシーンがあって、グレタとダンが2人でイヤホンを分け合ってお互いのプレイリストを共有してニューヨークの夜を2人で練り歩くシーンがあるんですけれども、これがとっても素敵で、やっぱり好きなものを何からもすり減らさせずに大切にしていくことの難しさと尊さと、それからその好きの気持ちを誰かと共有できることの幸せだったり、あとはそれを仲間たちと一緒に作り上げるっていうことの楽しさを思い出す、楽しさに気づく映画だなと思います。でそれはもちろん音楽だけじゃなくていろんなことに共通するなと思うので、きっと皆さんにも何か響くものがある映画じゃないかなと思ってこれを選びました。私は見終わった後、自分の好きを見失わないぞと思いました。主人公グレタの最後の選択が、そしてその彼女のその選択をした後の自転車に乗る彼女の横顔が私はとっても好きです。2つ目がこちら、ビフォーサンライズ、恋人までの距離です。でこの映画は見終わった後に恋って素敵だなって思うことができる最高の恋愛映画です。であらすじはブダペストからパリに向かう列車の中でヨーロッパを旅行中のアメリカ人の一人の青年とフランス人大学生の女の子が偶然出会って意気投合するんですね。でその勢いのままウィーンで途中下車した2人が一晩、その青年のアメリカへの帰国便が出発するまでの14時間だけウィーンの街を2人で会話しながら当てどもなく歩くというお話です。ただ2人がウィーンの街をずっと歩いていきながら語り合うだけの102分なのですが、その2人の会話だったり流れる空気が本当に素敵で、出会いたての男女のなんとなくこの人気になるなだったり、なんだか気が合うなだったり、もっと知りたいなっていう相手との打てば響くような止まらない会話だったり、かと思えばふとした時の沈黙にお互いの相手の感情をそれとなく伺ってみたり、一日共に時間を過ごして歩き疲れて気が緩んだ時に出る相手のハッとするような、なんならその後の人生を変えてしまうような言葉だったり、そんな恋愛の素敵なところがギュギュッと詰まっている映画だなと思います。でこの日の9年後が描かれたビフォーサンセット、そしてそのさらに9年後が描かれたビフォーミッドナイト、
この全部で3部作になっているので、ぜひ気になる方はこちらも合わせて楽しんでみてください。次3つ目が、こちらの歩いても歩いてもです。これは夏の終わり、15年前に亡くなった長男の命日に久しぶりに両親のもとに集まった家族の一日を描いた映画です。事件という事件は起こらないんですけれども、でも家族ってこうだよなっていう、ものすごく画面の隅々まで魂といったら大げさですけど、そういうきっと誰しも自分の記憶とつながるような瞬間がある。ふと自分の家族のこととか、子供の頃に考えていたこととか、夏の音とか匂いとか、そういうことをふっと思い出す映画だなと思います。で、この歩いても歩いてものキャッチコピーは、人生はいつもちょっとだけ間に合わないなんですけれども、これがこの映画を作られた是枝監督が公開の3年前にお母様を亡くされていて、これもしてあげたい、あれもしてあげたいと思いながら結局は何一つできないままという後悔の念がこのキャッチコピーになったそうで、脚本を書くにあたってもこのつぶやきで終わる映画にしようと決めていたみたいで、そのシーンもまたとってもいいです。本当に何気ないんですけれども、とても身のギュギュギュッと詰まった大好きなシーンがたくさんあって、ふふっと笑ったり、ゾクゾクっと少し怖くなったり、キュッと胸が締め付けられたり、それは是枝監督の演出力であったり、あとはキキキリンさんはじめとする俳優陣のお芝居の力もあるかなと思います。ここで描かれているのは夏の終わりの家族の一日、その後後日談もほんのちょっとだけ描かれてるんですけれども、主にそのたった一日だけれども、その一日でその家族が今までたどってきた日々だったり歴史だったり、これから新しい家族に染み込んで受け継がれていくんだなっていうことだったり、そんなかけがえないけれど少し厄介な家族のつながりが描かれた傑作映画だなと思います。こちらも4つ目ですね。是枝監督つながりでこちらの映画も選びました。海町ダイアリーです。知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、この映画は鎌倉の春夏秋冬を映した映画ですが、なぜだか私は毎年夏に見たくなる映画なのでこちらを選びました。あらすじは、鎌倉で暮らす3姉妹のもとに15年前に家を出ていった父親の訃報が届きます。父親とは長い間会っていなかった3人なんですけれども、葬儀のために父のいた山形へ向かって、そこで初めて腹違いの妹広瀬すずさん演じるすずと初めて会います。身寄りのなくなった彼女が周囲の大人たちの中で毅然としている姿を見た、こちらは綾瀬はるかさん演じる長女はすずに鎌倉へ来るように声をかけて、4人での共同生活が始まります。美しい湘南の海を背景に腹違いの妹を家族として受け入れた3姉妹がやがて4姉妹へとなっていく過程を移り変わる日本の美しい風景とともに描いた映画です。こちらも歩いても歩いてもと同じように、これという大きな事件が起こるわけではないんですけれども、鎌倉を舞台にした美しい映像と映画の中を流れる澄んだ空気に心がスッとする映画です。誰かがまるで絵日記のような映画って言っていたんですけれども、本当に私もそうだなと思います。3姉妹のキャラクターも姉妹ってこうなるよねっていういい役割分担で、その4人が暮らす梅の木がある古い一軒家を中心とした海辺の町でのささやかだけれど確かな日々が、きっと私の動画を楽しんでくださっている方だったらぴったりとハマるんじゃないかなと思って選びました。日常を、毎日の日々を、そして日本の夏の風景を愛おしく感じる、そんな素敵な映画です。ちょっと休憩。そして次5つ目がこちら、君の名前で僕を呼んでです。
こちらも知ってる方、もうすでに見てる方多いんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと毎年夏になるともう必ず見たくなる素敵な映画なのでご紹介したいと思って選びました。舞台は1983年夏の北イタリアです。毎年家族と避暑地で夏を過ごしている17歳のエリオ、ティモシー・シャラメ演じる主人公のエリオですねが、大学教授であるお父さん、父の助手インターン生としてアメリカからやってきた大学院生オリバーと出会います。で、過去のどのインターン生とも違う特別な印象を放つオリバーと、多感な年頃ゆえの複雑さと知性さを持つエリオは初めは反発し合っていたんですけれども、共に時間を過ごすうちに強く惹かれ合っていきます。ただオリバーが去る日がどんどん近づいていてというお話です。彼が彼と過ごしたひと夏の恋が描かれている映画です。まずこの映画の良さは、美しい北イタリアの風景と人々ですね。みずみずしい北イタリアの夏の避暑地の風景が本当に素敵で、アプリコットの木々が生い茂るお庭で食べる太陽が柔らかに降り注ぐ朝ごはんの風景だったり、あと洗練された街に映る人々の服の色合い、背景から何まで色合いとかも全部計算されてると思うんですけど、それが本当にとってもキュートで、絵を見ているだけでも夏っていいなって思える、そんな映画です。ただ何より美しくて素敵なのが、主人公のエリオを演じるティモシー・シャラメが本当に素晴らしいです。もちろん彫刻のような見た目の美しさは言うまでもないんですけれども、それよりも17歳っていう多感で繊細な少年から青年への変化の時期の知性や感性を持て余した複雑な心の機微の表現が本当に素晴らしくて、歩いても歩いてもではキキキリンさんがその場にいるだけで、その家族っていう関係と家族が過ごしてきた歴史を成立させてしまうような、柱になっていたかなと思うんですけれども、この映画ではそのティモシー・シャラメがその柱というか、主演だからそうなんですけれども、この時の彼がこの役を演じたからこそ、この映画がよりみずみずしく鮮烈になったんじゃないかなと思います。そして何よりも素敵なのはエリオのご両親の在り方、2人を見る眼差しだったり、最後にお父さんがエリオにかける言葉はエリオだけじゃなく見ている人みんなが欲しかった言葉、胸に響く言葉なんじゃないかなと思います。恋は人を成長させてくれるし、恋が実るとか叶うってもちろんイコール結婚することではないと私は思ってるんですけれども、どういう状態かちょっと分かんないですけど、その恋のゴールとか完成ってあるのかな、ないんじゃないかなって思うんですけど、とにかく美しい夏の日々にきらめく光のように残されている彼らの恋を描いた最高の夏の恋の映画です。この映画のキャッチコピーは何一つ忘れないです。素敵すぎる、良すぎるはい、すいません。で、6つ目がこちらのパーマネント野原です。邦画ですね。この映画はとある海辺の田舎町に娘を連れて出戻ったヒロイン直子のお母さんが営むパーマネント野原っていう小さな美容院があるんですね。でそこには日々町の女性たちが集まって恋の話だったり悩みを告白し、明るく笑い飛ばしています。で戻ってきたその菅野美穂さん演じるヒロインの恋と友情を軸に、そのパーマネント野原に集まるたくましく個性豊かな町の女性たちが繰り広げる悲喜こもごもの物語を描いた映画です。でこの映画は寂しさと明るさのバランスがすごくいいなと思っていて、夏の夕暮れみたいな寂しさがありながらも
どんちゃん騒ぎのお祭りの次の日の朝みたいな明るい気だるさもあったりして、綺麗事だけじゃない少し狂った女たちの話なんですけれども、私はこの映画を見終わった後に、女って面倒で煩わしくておかしくて、でも強くてたくましくて愛おしいなとギュッと抱きしめて、あとは笑い飛ばしていきたいなと、そんな温かい気持ちになれる映画だなと。ただ最後まで見るとキュッと切ない気持ちにもなる映画だなとも思います。ラストシーンの菅野美穂さん演じる直子の振り返った時の表情が本当に素敵です。この映画のキャッチコピーは、ずっと好きはどこにもないから私は毎日小さな嘘をつくなんですけれども、最後まで見るとこの言葉の意味がじんわりと心に染みてくるので、ぜひ最後まで通して見てみてください。はい、最後ですね、7つ目がこちらの My Friend Forever です。でこの映画は輸血が原因でエイズに感染した11歳の少年デクスターと、その隣に住む12歳の少年エリックのひと夏の友情と冒険を描いた傑作映画です。でこの映画を見ると、私はいつも子供の頃友達と新しい遊びを考えてはそれで一日を満たしていた夏の日々を思い出します。この映画の2人みたいに、一つの人形だったりゴムボートだったりショッピングカートだったり、もう何だって最高の遊びの道具にできたし、2人で異彩すればどんな場所でも遊び場になるんだなっていうのを自分の記憶と掛け合わせて子供の頃を思い出して尊い気持ちになります。でこの2人が普通の子供たちと違うのは、1人の少年がデクスターがエイズだということだけで、だけどその事実を何とかしようと薬を求めて2人が出る旅も、彼らにとっては大真面目で真剣な冒険で、その日々がなんだか切なくもかけがえのない愛おしさを持って描かれています。でその2人の子供たちの思いを汲み取るデクスターのお母さん、母の強さと優しさもとっても素敵で、2人の少年の物語であると同時に母の物語でもあるなと映画を見返して思いました。泣ける映画と結構いろんなところで紹介されてるかなと思うんですけれども、ただそれだけにとどまるには惜しいほどにいろんなものが集まった、だけど結局最後はとってもシンプルに切なくも優しい気持ちがトンと胸に届いてくる傑作映画だなと思います。最後まで見てくださりありがとうございました。何か気になる映画はありましたでしょうか。もしかしたら全部見たこともあるよっていう人もいるかなと思います。夏休みのひとときだったり、気分転換だったり、その時の気分に合わせて選んでいただけたら、そして素敵な映画との出会いがあったら嬉しいなと思います。よかったら皆さんのおすすめの夏映画などもコメント欄で教えてくださるととっても嬉しいです。あと高評価とチャンネル登録もぜひお待ちしております。最近東京はとっても暑くなってきたので、皆さんも水分補給たっぷりしてそれぞれにとっての良い夏の日々をお過ごしください。